にちは、葉月ひまりです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします明けて結構経つけど、はい、ということで新年一発目の動画はですね、12キロのダイエットに成功した8時間ダイエットについて皆さんにご紹介したいと思います。はい、ということで私ね154センチなんですけど、マックスで太ってた時がね54キロだったんですね。でその時の写真がこちらです。この写真ね3日前ぐらいに見つけたんですよ。友達のツイッターに載っててって思って、やばいねんけどこれ誰の足っていうぐらい、自分の足なんですけど、こんなに太ってたんやって思って、これ見たらね、私って結構痩せたなって思いました。でその痩せることのできたダイエット方法なんですけど、私は8時間ダイエットっていうのに挑戦しました。今までずっとぽっちゃり体型、もうちっちゃい頃からずっとぽっちゃり体型で全然痩せてた時期がなくてですね、学生時代からいろいろダイエット方法とか試してたんですけど、続かないんですよ。もう食べるの大好きやから、そのピークで太ってた時お昼にほんま大盛りのラーメンとか2つ食べてて、プラスおにぎり2つで唐揚げコロッケとか揚げ物食べてて、夕方にも揚げ物食べてて、夜ご飯食べて、夜食食べて、お菓子もずっと食べてて、ジュースもバクバク飲んでて、食べてない時間の方が少ないんちゃうっていうぐらい食べてたんですよ。もう食べるの大好きやから、食べても太らへん体質ならいいんですけど、私の場合食べたら食べた分だけ写真見たら分かってもらったと思うんですけども、しっかり太るんですね。で周りからもちょっとひまちゃんぽっちゃりしてきたんちゃうみたいな感じで言われ始めて、嘘やんって、もう自分では気づかないんですね、そういうのって。で初めて体重に乗ってみたら54キロまで太ってて、これはやばい、痩せないとって思って、いろいろダイエット試してみたんですけど、最初の方は全然痩せなかったです。もう自分に合ったダイエットを見つけれなかったから。でもとりあえずカップラーメンとか揚げ物生活を脱退しようと思って、ご飯を和食中心にしました。白ご飯とか魚とか煮物とかそういうのにするようにして、私ラーメンとかパスタとか麺類大好きなんですけど、そういうのを一旦やめようって思ってやめたら、そのやめた時点で48キロぐらいまでストンって落ちました。カップラーメンとか揚げ物とかってめちゃめちゃ太るんですね。で小麦粉やから余計太るし、日本人の体って小麦粉あんまり合わへんから結構太りやすくなっちゃうんですよ。なんでその食生活やめたら48キロぐらいまではストンって落ちました。でも48キロから全く落ちなくて、グルテンフリーダイエットだったりとかいろいろ試してみたんですけど、ほんまに落ちなかったんですよ。48キロの壁がでかすぎて。で調べてたら8時間ダイエットっていうのが出てきて、これ試してみようと思って試してみたんですね。でその8時間ダイエットっていうのが、朝何かものを食べてから8時間以内は何食べてもいいんですけど、残りの16時間は何も食べたらダメっていうダイエットで、その16時間は水しか飲んだらダメなんですね。でこのダイエットをしたら一気に42キロまでストンって落ちたんですよ。これがまたすごくて、最初の2日3日はやっぱ結構しんどいんですよ。夜更かしする方やから、すごい食べたいのにお腹すくって思って、もう誘惑に負けそうやったお菓子食べたいって思ってたけど、その8時間を自分で決めることができるんですね。じゃあ朝食べ始める時間を遅くしようと思って、朝ごはんを2時に食べることにしたんですね。2時から食べたら夜の10時まで何食べてもいいんですね。ってなったら、あれ結構余裕じゃないって思って、最初はね朝の10時から6時までが一番効くって書いてたのでそれにしてたんですけど、やっぱり夜更かしする人だったら分かると思うんですけども、夕方の6時から何も食べないってなったら無理なの。もうお腹空きすぎて、だからこれは私無理やこの時間はと思って2時からにしました。で2時から10時までやったら何食べてもいい。で何食べてもいいって書いてはいるんですけど、一応ダイエットなのでできるだけラーメンとか揚げ物だったりとか小麦粉が入ってるようなやつは食べないようにしました。でも食べたい時は全然食べてましたね。今思ったら結構食べてたかも。ほ
んまに食べたいもの食べれるから全然苦痛じゃないし、だんだん空腹の時間が快感になってくるんですよ。快感って言い方おかしいかな。なんかこの空腹の時間のおかげで痩せてるわって思ってくるからめっちゃ良かったです、これは。で私はね、昔から足がすごい太くて、全体的に太かったんですけど足がすごい太くてね。でこの足も細くしたいと思って結構調べてたら自分が反り腰っていうのに気づいて、反り腰ってね結構悪いことでしかなくて、腰が反ってることによって他の筋肉でね重力に耐えようとするので、前ももだったりとかふくらはぎとか、あとは猫背になってね首が前に出ちゃったりとかするんですよ。もういいことがないのだからこれを直そうと思って私接骨院に行ったんですよ。接骨院に行ったら人の4倍反り腰ですって言われて、4倍そんなことあるって思って、でこれ直すのにいくらぐらいかかりますかって聞いたら15万って言われて、だって嫌じゃないですか、接骨院に15万も使うの。って思って、それやったらもう自分で頑張って意識して反り腰にならないように普段から意識しようと思って、腰が浮いてるなって思ったら戻す感じでね頑張って意識してたんですよ。でその意識する時に使う筋肉っていうのがあって、おへそから3本下ぐらいかなところに力を入れるように歩くんですよ。そしたら結構腰が浮かないようになってくるんですね。でそういう生活をしてたら一気にもう足が全然変わりました。反り腰なだけでこんなに変わるんやっていうぐらいもう結構引き締まったんですね。全然これでやっと皆さんと一緒ぐらいって感じなんですけど元がすごかったから私は。でそれプラス最初らへんはね筋トレとかもしてたんですけど、全体的にストレッチとか筋膜リリースとかの方が大事やなっていう風に気づいて、筋トレ2割ストレッチとか筋膜リリースを8割って感じでやるようにしたら結構足もね綺麗になってきて、やっといろんな人に痩せたねっていう風に言ってもらえるようになったんですね。なのでまた私のストレッチ方法だったりとか筋膜リリースの使い方、あとは1週間の食生活とかを動画にできたらなと思います。でですね、私12月ぐらいから食欲がまた止まらなくて、多分なんかスイッチが入ったんですよ。とバク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 食べてたら4キロ太ったんですね悲しいことに。なんでまた8時間ダイエットを始めようと思います。その様子とかも動画に撮っていこうと思うので、この8時間ダイエットがどれだけ効果あるのかとかも分かりやすく動画にできたらなと思います。皆さん正月太りですごく悩んでる方も多いと思うんですけど、私と一緒に頑張れたらなと思います。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますのでそちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。